どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、陰性水草はお好きでしょうか？自分は最近めちゃくちゃハマってます。基本的に自分の知ってる陰性水草といえば、アヌビアス系、ミクロソリウム系、ブセファランドラ系くらいなんですが、その中でもいろんな種類がありますよね。ブセファランドラは言わずと知れた沼が深すぎて下手に手を出すとヤバい水草の代表格ですが、アヌビアス系も結構種類があります。アヌビアスは手を出しやすい分、ブセファランドラよりも幅広い層に支持されている気がしています。ショップでもよく取り扱われていますし、CO2 もいらないし丈夫といういいことずくめの水草です。価格がリーズナブルなのも高得点。しかし、そんな中でも値段が高い種類はあります。特にまだ出回っていない種類ともなるとなかなかの価格です。というわけで今回は、新しい種類のアヌビアスと新宿でしか入手できないアヌビアスを紹介していきつつ、半年間栽培した結果どうなったのかを包み隠さずお話ししていきます。どちらも衝撃の結果になったので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速一つ目のアヌビアスを紹介していきます。それがこちら、アヌビアス7プチスノーフレークです。価格は3980円。以前の44,000円分の店舗購入品紹介でお見せしたアヌビアスです。こちらは ADA から新発売された種類のアヌビアスで、その名の通り雪のような白さをしています。組織培養水草でしか今のところ出回っておらず、希少ということもありこの価格です。まあ、それにしても高いですけどね。上を見ればこれより高い水草なんて5万とありますが、アヌビアス系で1カップ4000円はなかなかいかついです。これと似たアヌビアスで、アヌビアスピントというやつがあるんですが、それと同じかは謎です。そっちもいい値段するんで、正直価格だけ言えば同じですね。アクアリウム界隈は名称の呼び方が複雑すぎてこんがらがります。続いて紹介するのがこちら、アヌビアスキリンミニです。こちらは視聴者さんとの物々交換でいただいたもので、実はADA ラボでしか入手できない種類なんです。と言っても、キリンミニ自体は他のファームなどからすでに流通しているんですが、ADA から発売されたのは初めてなのではないでしょうか。アヌビアス系ではあまり見ない ADA ラボのタグ付きという、どちらかといえばこっちがメインなんじゃないかレベルの付加価値がついています。結構立派なものをいただいたのでとんでもない量になってます。これが1ポット分っていうんだからすごいですよね。普通にこれだけでもすぐにレイアウト素材として使えそう。というわけで、そんな2種類の珍しい ADA アヌビアスを育てていくために準備をしていきます。それでは早速やっていきます。まずはアヌビアス7プチスノーフレークから。今回もいつものようにダイソーの激安ガラスポットの中に入れていきます。ちなみに購入してから2ヶ月経過していたため、だいぶスノーフレークも成長してますね。いつものように組織培養を開けているんですが、ここでとあることに気づきます。それは、このいつも貼ってある紙テープの材質が違っていたことです。何度も組織培養水草を購入しているのですぐに分かったんですが、いつもの破ける紙製のものとは違います。これどういう基準でそうなってるのかは分かりませんが、陰性水草などの高額な組織培養にはこれが使われているのかもしれません。こんなの使わにゃ損ということでガラスポットに貼り付けておきました。なんかこれだけで売り物感出てきていい。最初に折り曲げちゃったのが悔やまれますね。ちなみに今回のガラスポットは高さ低めのやつです。スノーフレークを開けた状態がこんな感じ。しっかり培養土に根を張って大きくなってます。なんか不入りみたいな様相を呈していますが元気なのでよし。というわけで株分けしました。3株ですね。最近スノーフレークの流通が増えてよく見かけるようになったんですが、だいたい3株がスタンダードなようです。あとはいつも通りプラチナソイルのスーパーパウダーを入れ、水をひたひたに入れます。正直何度もこのやり方をしてますが、絶対もっといい方法があると思ってます。
植物ガチ勢の方ならいい管理方法を知ってると思うので、自分のやり方はあまり参考にはしないでください。水でひたひたにしたらスノーフレークを植栽して終わりです。ちなみに今回もビビって根っこは切ってません。植栽しづらいったらあれしない。入れ終わったら苦し紛れにオイソイルで蓋をします。こうすることで植栽した手にしておくわけですね。霧吹きをかけて均等にならしつつ、周りをまたオイソイルしていきます。最後に縁についたソイルを洗い流して終了。続いてアヌビアスキリンミニも植栽します。ちょっとデカめの株があったので恐る恐るカット。これでポットに入れられるようになったと思います。今回はタグもあるのでハイタイプのポットをチョイス。先ほどと同様プラチナソイルを敷いた後霧吹きをし、徐々に植栽していきます。適宜霧吹きをしながらガタガタになった地形を元に戻してますね。ということで全部植栽が完了しました。最後にタグを刺したら完成。やっぱガラスポットに入れると様になりますね。ただなんか気に食わなかったようで、オイソイルと霧吹きをし、仕上げにシリンジで水を吸ってます。せっかく視聴者さんから交換してもらった水草だからと丁寧にやったんでしょうね。というわけで2つの ADA アヌビアスのセットが完了しました。ここからどうやって育つのか楽しみです。というわけで植栽してから早半年、2つのアヌビアスがどうなったのかお見せします。尺も長くなってるので一気に半年後の姿を紹介していきます。まずはアヌビアスキリンミニから。いきなり映像がおかしなことになってますね。確かガラスポットで水上栽培してたはずなんですが、石に活着して水中に沈んでいる。おまけになんか株の数が少ない気がします。これには訳があって、実はガラスポットに入れてから数日で何個かの株が腐り始めてしまったため、水中栽培に切り替えたんです。環境が変わったことで調子を崩すことも考慮して、毎日こまめに状態を確認していたんですが、このキリンミニはガラスポット内では復活させることができませんでした。腐った株は適宜取り除き、水を新しいものに変えたり換気をしたりと試行錯誤していったんですが、その間にどんどんダメになっていき、最終的には水上だと全滅すると判断し、不従の選択で水中に入れた形です。本当は半水中用管理をして増やしたかったんですが、なかなか難しいですね。いただいた視聴者さんには申し訳ないことをしました。ただ全滅は免れて、今映っている数株はきれいに成長していってるのでよかったです。ここからまた立て直していって ADA ラボのアヌビアスキリンミニをガンガン増やしていきたいですね。続いてはアヌビアスプチスノーフレーク。こちらは植栽当時から2ヶ月経過していたこともあり、すでに8ヶ月くらい経過してます。最初の頃はこんな感じで真っ白な姿をしており、スノーフレークという名に恥じない純白をさらけ出していました。それから8ヶ月経った姿がこちら。あ、何ですかこれ。自分が大事に大事に育てていた汚れを知らないスノーフレークちゃんはどこへ行ったのでしょうか。8ヶ月の歳月を経て二回り以上成長したスノーフレークちゃんは葉を巨大化させ、あろうことか真緑に変わってしまいました。これ下手なアヌビアスより緑ですよ。特に上の方は立派な緑色をしており、その成長具合に涙がちょちょぎれそうです。ただ下葉の方はまだ白っぽく、これがもし新芽だとしたらまだワンチャンある気がします。もしかしたらライトの光量が強すぎて、それに耐えるために緑色になったのかもしれません。水中だと白を維持できない的なことを小耳に挟んだんで、水上栽培の自分には関係ないやと高をくくっていましたが、完全に間違いでした。おそらく優しめの光でじっくり育てる水草なんでしょうね。どっかのモスみたいに着色されてるわけではありませんが、正直スノーフレークって名前なのにこんな緑になるなんて思ってもいませんでした。まあスノーフレークなことに変わりはないので、どうにか白色の新芽が出てくれることを祈りつつ、もうしばらく様子を見たいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。どちらもこの半年でいろんな波乱があったわけですが、
アヌビアスも奥が深いなと感じましたね。正直キリンミニに関しては自分の管理が下手くそだったことが敗因ではあるんですが、スノーフレークは本当に予想外。水草自体が元気なのは嬉しいことなのでいいとして、ここから真っ白に返り咲くことはできるのでしょうか。ちなみに皆さんお気づきかと思いますが、最近水上栽培ファームを作ってからガンガンガラスポットで水上管理をしていってます。基本的に陰性水草が主となるんですが、トリミングした水草を保管するのにも使おうかと試行錯誤している段階です。ただ、いろいろやってみて気づいたんですが、ポット管理は圧倒的に組織培養水草が成功しやすいです。今のところ組織培養水草は総じていい状態をキープしています。逆に先ほどお見せしたキリンミニやポットに入っている水草は腐ったり枯れたりということが頻発している状態です。おそらく無菌の組織培養の方がほぼ密閉した状態で管理するのには向いているんでしょうね。ここら辺は今後改善余地があると思いますが、そこまで水上の水草にガチではないので維持できればいいかな程度に考えてます。もしこのガラスポット管理でもっといいやり方を知っている方がいればぜひ教えてください。これからも底辺アクアリストの飽くなき挑戦が見たい方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。